ワード331号です。今回はワイドボディの1979年ポンティアックファイヤーバードトランザムのご紹介をいたします。オーナーさんは30年以上このトランザムを所有しております。ただし10年近くガレージのずっと置物になってた状態なんですね。というのはやはりなかなかこの状態ですと車検に通りづらいっていうところが出てきます。スポーツカーというかマッスルカー的なドカーンとくるやつはもうオーナーやっぱスピードが大好きですから、スピードとパワーそれが大好きなので今回動かすことになりました。ボディは1979年製のティーバールーフのセカンドジェネレーショントランザム。このワイドボディなんですけども、ワイドボディはですねもうおそらく30年以上前に製作されたものだと思います。これは何かのオーバーフェンダーを取ってつけたとかそういうことではないんですね。これは全て手作りでワンオフで作ってあります。このオーバーフェンダースタイルなんですけども、フロントのセンタースポイラー、センターセクションっていうこのバンパーの下のところにある、これもですね若干純正よりは角度もついてまして長さもあります。長さというかこの高さもあります。そのセンターセクションのスポイラーからサイドスポイラー、このフロントのサイドスポイラーですね、ここのところまで全て一体化しております。で一体化してワイドボディになっているので少しガッと開いてるんですね。横にこうガッと開いてる、それが結構迫力があるんです。そしてそのままフェンダーにつながり、でリアはドカーンとでかくワイドボディになってるんですけども、これもですねぴったりスポイラーに一体化しております。そしてサイドステップですね、これもわざわざ結構グッと入り込んで外に出ている、そういうような作りになっておりまして、まあ最近はリベットでオーバーフェンダーを止めるっていうのが主流になってるんですけども、当時はこういうふうにホットロッドスタイルが流行ってる中でワイドボディ化をして全てそれをパテ埋めして塗装する、そして車高をグッと落とす、そういうスタイルがブルジョワだったんですね。なかなか本当高嶺の花で手の届かないチューニング方法だったんですけども、あとはリアスポイラーはですねホエールテールリアスポイラー、これはもう50代60代の方はものすごい懐かしいって思われると思うんですけども、これはホエールテール、本物がついております。トランクと一体化になっちゃってるんですね。普通はだいたいスポイラーポンとつけて終わりなんですけども、これはトランクと一体化、一体化っていうよりもトランクの上にかぶせるような感じだと思うんですけども、そして、全体的に見ますとオーバーフェンダーベースのワイドボディ、そして2メーターに迫る横幅、そしてグッと低い車高、そしてホエールテールのリアスポイラー、これはですねなかなかこういうスタイルも今やろうと思ってもすごい大変です。そして次エンジン、そして搭載しているエンジンは GM 4ボルトメインの400ブロック、排気量は 6.6 リッター、シリンダーヘッドはダートプロワンアルミニウムヘッド、ピストンも交換しまして、シリンダーヘッドと組み合わせた圧縮比は11対1です。そしてインテークマニフォールドはウェイランドステルスマニフォールド、ポリッシュ仕上げは森田ポリッシュアーティスト製です。キャブレターはホーリーダブルコンパースタイル750、そしてクーリングの方は大容量のアルミラジエーター、メカニカルファン1個でやっております。電動ファンとか特についてないですね。このオリジナルスタイルのメカニカルファンだけでクーリングをしております。
LH400 3速ミッションになります。デファレンシャルの方は今回 LSD リミテッドスリップデフを新調しまして 3.23 のファイナルリッチモンドですね。アクセルシャフトは GM10V8.5 ダイヤになります。エキゾーストの方はヘダースがパトリオットのミディアムヘダース、ミディアムにすることによって車高を落としても下をつらないようにしてるんですね。で中間パイプの方は 2.5 インチのパイプで全部後ろまで引いてあります。途中に今回は構造変更もありますのでキャタライザー触媒もつけてます。触媒デュアルのデュアルビギになってます。マフラーの方はフローマスター40シリーズ40シリーズっていうやつですね。テールエンドの方は 76.3 パイ31パイプのステンレスポリッシュです。これで出口はスラッシュカット斜めにカットしております。今回のトランザムのオーナーはドラッグレースを楽しんでいる方です。このお車もドラッグレースでだいぶ走り込まれました。その名残がですね結構ありまして、まずは室内インテリアの方はセンターコンソールのど真ん中にバッテリーのキルスイッチ、あといろいろナイトラスオキサイドノスですね、ノスをつけていたので、そのメインスイッチやら残っております。シフターの方は B&M クイックシルバーラチェット式のシフターで、そこのシフトノブのところについているスイッチはラインロックです。ラインロックっていうのはフロントだけブレーキをかけることができまして、そこでアクセルを踏んでもらうと後輪を空回りさせてタイヤを温められるっていう装置ですね。その本体はマスターシリンダーのすぐ下についております。メーター類は5インチのシフトライト付きのモンスタータコメーター、ステアリングにはナイトラスのスイッチボタンがついています。車体としましてはサイドバー付きの6点式ロールバー、シャーシーには前とフレームをつなげておりますサブフレームコネクターが溶接付けされております。T バールーフって結構ざっくり屋根を切っただけなので補強も何も入ってないですね。すごく弱い車体なので、こんな風にサブフレームコネクターがだいぶ効くと思います。上を見上げますとさすがに T バールーフ車開放感があります。そしてシートには4点式のシートベルトなんですけども、シートはソフトですごく乗りやすく柔らかいシートになってます。そして今回完全に2シーター化で構造変更しております。アメリカンマッスルカーのイメージって言いますと、アクセルを踏むとドカーンとホイールスピンして出ていく、こういう雰囲気だと思うんですね。やはりシートにガーンとこう何かを人に蹴っ飛ばされましたみたいな、そういう強烈な加速を味わいたいっていうのも一つのマッスルカーの楽しみだと思います。ら出る、そして叩きつけられるような加速を味わう、これが大排気量のマッスルカーの醍醐味だと思います。まだ出来上がってからさほど走っておりません。ですから2500回転ぐらいの範疇でちょっとテストランもしてみました。2500もあれば本当に十分太いタイヤは回転させることができます。やっぱりホイールスピンも一つの楽しみだと思いますけど、あんまりやってると
ミッション壊しちゃいますんで。そして最後に、オーナーは複数お車を所有しておりますが、やっぱりこの車が一番思い入れがあり、若い頃からもういじり倒して成功したり失敗したり、いろんなことを積み重ねて、正直お金なんて言ったらいくら使ったかわからないと思います。でも最終的にこの車だけはっていうので、ガレージの一番いいポールポジションで飾ってあったわけですね。でいつもやっぱり眺めるたびにモヤモヤしてるっていうのが本当にこの20年ぐらいあったのかなと思います。気持ちよく乗りたい、これで走り回りたい、そしてスピードとパワーも体感したい、そして今回全て構造変更まで行いストリートに戻ることができました。あとは名義変更をするだけ。構造変更の都合上春日部ナンバーがついてますが、納車するところは全然この先にあります。おそらくイベントとかで見かけることもあると思いますので、その時はちょっとじっくりご覧になってみてください。この車がオーナーの手元に戻ってオーナーの私生活に活気が出ればいいなと思ってます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。